皆さんこんにちは、うつベンチです。今回は山沢さんと持田さんのバウンドベンチ炎上の件、ベンチプレスのプライオメトリクストレーニングの是非についてというお話をしていきたいと思います。筋トレインフルエンサーの山沢さんと持田さんがベンチプレスの解説を行っている X の動画でバウンドベンチを推奨しているということがいろいろと話題になっているようです。山沢さんの動画でそちらに関しての考えをお話しされています。で、その内容に関して視聴者の方からのコメントとか、うつベンチ LINE 公式アカウントでのメッセージのやり取りの中で、バウンドベンチ反対派のうつベンチさん的にはどうなのよというコメントやメッセージをいただいたので、この話題に触れていきたいと思います。というのも、僕はこの動画を出す2ヶ月ほど前に、バウンドベンチ絶対やめろという動画を出していて、バウンドベンチをほぼ全否定してるんですよね。この炎上騒動の2ヶ月前です。なので、視聴者の方や LINE のお友達の方も気になったという感じですね。そこで今回は山沢さんと持田さんの動画を見て思ったこと、ベンチプレスにおけるバウンドとプライオメトリクストレーニングについてというお話をしていきたいと思います。バウンドベンチ絶対やめろという動画の中で、僕がバウンドベンチの唯一の利点として挙げて、上級者向けなので触れませんと言って言及しなかったプライオメトリクストレーニングについて今回はお話ししていきます。山沢さんと持田さんの動画は概要欄に貼らせていただきますので、気になる方はご覧ください。このチャンネルではベンチプレスが強くなるための動画をいろいろと出していますので、気になる方はチャンネルに遊びに来てください。役に立ちそうだなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料や有料でメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談もやっていますので、概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。3ヶ月以上継続していただいた方の昨年の実績はマックス更新率が 90% 以上となっています。ブログもやっていますので、ベンチプレス研究所と検索してみてください。はじめに前提として、この動画は山沢さんと持田さんのお二人を批判するものではありません。多くの人にとってより良いベンチプレスの学習環境が整うことを期待して、僕個人の考えを述べさせていただきます。加えて僕は非常に性格が悪いので、言葉の上げ足取りとか、二人が本意ではないように言葉を受け取っている可能性があります。感情抜きにして文面を淡々と分析していきますので、人によっては不快に思われるかもしれません。そういった方はここで動画を終了してください。対立や矛盾、摩擦といったエネルギーは新しい発明とか新しい発見につながることもありますので、反対意見のある方はぜひコメント欄で考えをアウトプットしてみてください。僕はそういった議論の積み重ねがより良いベンチプレスの学習環境を醸成していくと思っています。では行きましょう。まず動画の感想についてはいくつかの点において違和感を感じたので、そこからお話ししていきます。一つ目は、バウンドをさせている人が怪我をしておらず、ゆっくり下ろしている人は怪我をしているというご意見です。動画内でアメフト選手や昔の人はベンチプレスをバウンドしまくっているが怪我をしていない。パワーリフターはゆっくり下ろしていて肩を痛めているとおっしゃっていた部分です。アメフト選手や昔の人のベンチプレスはバウンドをしまくっているが怪我をしていないという部分は本当かどうか定かではありません。どのようなサンプリングをするとそういう風になるのか正直不明ではあります。経験豊富なお二人ですから、ご自身の経験からそういった統計があるのかもしれませんが、おそらく多くの人の肌感とは合わないんじゃないかなと思います。正確な統計情報が見つからなかったので、これに関しては何とも言えないんですが、ちょっと違和感を感じました。次に、パワーリフターはゆっくり下ろしているが肩を痛めているというご意見について。これに関しては相関関係はあるんですけれども、因果関係ではないです。パワーリフターはゆっくり下ろしているということと、パワーリフターは肩を痛めているということはどちらも事実ですが、だからといってゆっくり下ろしていることイコール肩を怪我するというふうにはなりません。繰り返しますが、これは相関関係であって因果関係ではありません。例えば犯罪を犯す人の 80% が前日に食べた食品があるとします。これは何でしょうか。
そしてこの食品は犯罪を誘発する危険な食品でしょうか？ちなみに答えは米です。犯罪を犯した人の 80% が前日に米を食べていたことは確かに相関関係にありますが、米を食べたことが犯罪を犯した原因にはならないでしょう。相関関係と因果関係を取り違えると大きな誤解を生むので注意が必要です。2つ目に、ゆっくり下ろすとボトムで肩に負担がかかるというご意見です。ゆっくり下ろすとボトムで肩に負担がかかるのは、胸郭や肩甲骨、肩関節などの柔軟性に問題があるからだと思います。関節の可動域が限界を超えているのにゆっくり下ろすとむしろ痛くなるというケースは確かにあります。初心者で肩甲骨の可動性が悪い、胸椎の柔軟性が低い、胸郭の可動性が低い場合は、むしろゆっくり下ろすと痛くなるケースがあるのは、これは事実です。ただし、この解決策というのは、バウンドをさせてボトム部分で負荷を抜くことではなくて、柔軟性を上げることです。それには時間がかかるので、その間はケツ上げベンチで可動域を確保しながら行うのがいいと思います。動画内でケツ上げについてもおっしゃってましたが、僕はケツ上げはいいと思ってます。むちゃくちゃな重量設定にしない限りは、特に初心者の方で体が硬い方は、ケツ上げの方が怪我が減ると思います。上級者で扱う重量が結構増えてくると、今度逆に怪我は増える傾向にあるんじゃないかなというふうには考えています。3つ目は、バウンドをさせても力を入れていると骨折しないというご意見です。力を入れていると胸郭が過剰に湾曲しないので、湾曲を原因として骨折をしないというのは正しいと思います。要は、曲がって骨折することは力を入れていればある程度防げるということですね。ただし、物がぶつかった衝撃で骨折するかどうかというのは別の話で、これは特に初心者の方とか痩せ型の人で胸が厚くない、大胸筋が大きくない人は胸骨とか肋骨がむき出しになっているので、ここに直接バーが当たると危険です。鉄の棒で胸を殴られたら当然胸骨とか肋骨を骨折します。オロチドッポの特別性生検中断好きを食らったらいくらドリアンでも胸骨や肋骨を骨折してしまうのと一緒です。加藤のようにサンドバッグに詰め込まれないように気をつけましょう。4つ目に、下で止めて上に上げるという動作は肩と腕の種目であり逆に危ないというご意見ですね。これは正直全く意味がわからなかったです。ベンチプレス動作で胸場でバーを下ろしている段階で肩関節の水平内転動作や屈曲動作が起こるので、大胸筋がほぼ間違いなく働きます。当然肩関節の屈曲動作で肩も作用するし、肘を曲げ伸ばしするので三頭筋も関与します。止めてから上に上げる動作が肩と腕の種目というご意見に関しては正直よく意味が分かりませんでした。さて、感想はこれぐらいにして、ここからはベンチプレスにおけるバウンドとプライオメトリクストレーニングについてお話ししていきます。なぜこのお話をしようと思ったかというと、動画内で身長反射という言葉が何回か出てきたと思います。動画内では伸展反射と言ってたと思いますが、これはどっちでもいいと思います。ここでは身長反射とします。身長反射というのは筋肉が急激に伸ばされた時に縮もうとする反応のことです。反射ですね。身近な例というか、やったことがある人が多い例で言うと、室外腱反射じゃないかなと思います。膝のお皿のちょっと下を叩くと足がぴょこんと跳ねるあれですね。あれの仕組みは身長反射でして、室外腱というのは室外骨と脛骨組面を結ぶ腱のことで、ここを叩くと室外腱に大腿四頭筋が引き伸ばされて一瞬で収縮します。これは脳みそを介さない脊髄反射で起きています。昔やったことある方いらっしゃるかわからないんですけど、カエルの解剖とかで脊髄に電気流すと足がピクピクするやつ、あれが脊髄反射ですね。こういった体の反応を身長反射と言いますが、この身長反射をあえて使うトレーニングのことをプライオメトリクストレーニングと言います。プライオメトリクストレーニングはストレッチショートニングサイクルを用いたトレーニング方法です。ストレッチというのは伸長、つまり伸びるという意味。ショートニングは短縮、筋トレ用語で言うと収縮のことですね。
ストレッチショートニングサイクルとは、メインの動作、ここでは挙上動作の前に、挙上動作と逆方向に素早く予備動作を加える。つまり、反動を加えることで、挙上動作のパフォーマンスが向上するというものです。ストレッチショートニングサイクルは3つの段階に分かれていて、1つ目が伸長曲面。これエキセントリックとかって言いますね。で、2つ目が小脚曲面。3つ目が短縮曲面。これコンセントリックと言います。このようになっています。小脚曲面というのが聞き慣れないと思いますが、これはいわゆる切り返しのことで、ちょうどストレッチと収縮の間にある部分です。この小脚曲面が短いほど、収縮の局面でパワーが大きく発揮されます。つまり、急激に伸ばして間髪入れずに縮める、急激に縮めるという動作をすると、パワーが大きく発揮されるということですね。バウンドベンチを用いたプライオメトリクストレーニングはこの仕組みを利用しているとも言えます。僕たちの体には過剰な筋の伸長によって筋や腱が断裂しないようにゴルジ腱反射という仕組みがあります。ゴルジ腱反射はゴルジ腱器官によって制御されていて、筋が急激に収縮されると腱の中にあるゴルジ腱器官が筋に弛緩の指令を出します。ゴルジ腱反射というのがあることで、急激な筋伸長、筋収縮から筋断裂を防いでいるんですよね。ストレッチショートニングサイクルを用いたプライオメトリクストレーニングでは、ゴルジ腱反射を抑制して高いパワーを発揮するトレーニングです。抑制するとともに、ゴルジ腱反射の域値を上げる。つまり、急激に伸ばされて急激に収縮しても大丈夫なようにするということですね。こういったプライオメトリクストレーニングを積み重ねていくことで、筋肉も腱も強くすることができるんですが、瞬時に加える力が大きくなるので、関節とか筋肉、腱への負担は当然大きくなり、怪我のリスクが高いトレーニング方法です。僕は山沢さんよりもはるかに低いレベルで器械体操をやっていたんですけれども、床の競技中に踏切でアキレス腱を切ってしまった人が身内にいました。大会当日のアップで踏切の瞬間にバチーンと切れちゃったんですよね。体育館中にぶっといゴムが引きちぎれたような音がして一瞬空気が凍ったのを今でも覚えてます。体操の踏切もストレッチショートニングサイクルを利用した筋肉と腱の複合体の伸長反射で行うものなので、こういったことからも負荷が高いということがわかるかなと思います。プライオメトリクストレーニングの考え方を用いたバウンドベンチというのは結構リスクが高く、これはバウンドベンチ今すぐやめろでもお話ししていますが、初心者とか初級者、中級者が行うトレーニングではないと僕は考えています。お二人の動画の中でも初心者がやるとどうなのか、それはあるとおっしゃってました。その後カットされていたんですけど、そこに関してはもうちょっと深掘りして話してほしかったですね。初心者、初級者、中級者には向いていないのならそのように発信すべきかなと思います。僕も日頃から気をつけていることではあるんですけれども、動画を出すときは対象者を明確にした方がいいと思ってます。対象者を明示しない場合は基本的には初心者から中級者の方が受け取ると考えておいた方がいいです。なぜなら上級者の方は自分で考えてトレーニングができるレベルなので、今更 YouTube で情報を集めないと思いますし、それが正しいかどうかの判断は自分で判断できるからです。初心者から中級者の方は特に影響力のある方の発言を額面通りに実施してしまうことがあるので、発信者側は気を使うべきかなと思います。他の動画で持田さんはこの方法ができるかどうかはトレーナーの力量とおっしゃってたので、トレーニングする本人も上級者レベルかつ優秀なトレーナー、持田さんのような優秀なトレーナーがついている時に実施するトレーニングであると考えるべきなのかもしれません。バウンド具合というのも非常に重要で、今回山沢さんが実施している程度のバウンドなら大丈夫かもしれないんですけど、バウンドさせた方がいいという言葉だけがバウンド具合や対象者を限定せずに広まってしまうと、本当に自由落下させてバウンドさせる人が増える気がするんですよね。なので僕は動画ではバウンドはやめろと言ってます。実際のところはバウンドにも程度があって、ボトムで少しポンと弾ませるということをバウンドといってプライオメトリクストレーニングを取り入れている人も
います。飛田選手の 10×10 のボトムパーシャルとか、バーストリミットの斉藤選手、斉藤慶太さんもこれに近いものを紹介されてますよね。ですが、自由落下で本当にバーベルを体に直撃させてバウンドさせている人がいるのも事実です。どの程度のバウンドならいいのか、怪我をしないのかというのは、ある程度自分の体が理解できていて、ベンチプレスも理解している人だと思うので、やはり僕は初心者から中級者の方にはお勧めしません。基本的にはストリクトで重量を伸ばしていけばいいと思ってます。お二人も話していましたが、今回お話ししたプライオメトリックなトレーニングも一つの形ではありますが、ご自身でメカニズムやリスクを理解して取り組むということが非常に重要です。メカニズムとかリスクが理解できないうちは、基本に忠実にベンチプレスを行い、着実に重量を伸ばしていくことをお勧めします。ということで、今回は以上です。このチャンネルではベンチプレスが強くなるための動画をいろいろと出していますので、気になる方はチャンネルに遊びに来てください。役に立ちそうだなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料や有料でメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談もやっていますので、概要欄からお気軽に友達追加とメッセージをください。昨年1年間の実績で3ヶ月以上継続していただいた方のマックス更新率は 90% 以上となっています。ブログの方はちょっとタイムラグがあるかもしれませんが、YouTube の動画を記事にしたり、18号プログラムの計算ツールとか RM 換算の計算ツールなども置いています。ベンチプレス研究所と検索して遊びに来てください。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。